こんにちは、木之内です。今回の間取り添削はダダダさんからご応募いただきました間取りを添削したいと思います。非常にセンスよくまとめられた間取りです。建築場所は愛知県。そしてご応募いただいたのはダダダさん、30代のご夫妻で、奥様からご応募いただきました。家族構成はご夫妻と猫2匹。将来子供さん2人をご予定です。駐車場は2台と来客用に1台。用途地域は第一種住居専用地域で、建蔽率 60%、容積率 200% ということです。このような測量図をいただきました。こういう三角形に近い変形地で、上が北です。右上の東北側が幅 6.5 メートルの道路で、左の西側が神社で、いわゆる鎮守の森で、神殿や参道を囲むように森になっています。かつては田園の中にポツンとあった森が近年になって周りが市街化されたのだろうと推測しています。この神社の緑が今回の敷地の大きな特徴です。右下の東南側には臨地の建物がありますが、2階建てで南側は空いているので日当たりは悪くなさそうです。ただこの南側の敷地は写真で見るとこの建物とは別の宅地のようにも見えます。不明ですが、安全側に2階建て程度の建物が建つことも想定しておきます。このように家族紹介、土地紹介ということでまとめていただきました。仕事に忙しい中でも生活を楽しんでおられる様子がよく伝わってきます。家族紹介。夫、妻、猫2匹の家族です。将来的には子供が欲しいと思っており、子供2人で計画しています。まずご主人についてです。職場に自家用車で通勤しています。平日は7時から22時の間仕事です。結構ハードワークですね。趣味についてはサーフィンをやられていて、駐車スペースの車に乗り下ろしやすい位置にサーフィン用品をしまえる土間収納が欲しいということです。筋トレもされているとのことで、自宅に快適に筋トレができるように設備、パワーラック、サンドバッグ、腹筋ローラーを配置しても十分な専用部屋が欲しいということです。奥様についてです。仕事は家具製造会社で木工家具職人をしています。自家用車で通勤しています。将来的に自宅にも簡易的な加工機械を揃えて小物の製作ができるようにしたいと思っています。土間収納の一部を加工スペースにするということです。趣味についてお料理が好きということで、キッチンに立っている時間が長いため、料理中にもダイニングやリビングが見渡せて寂しくないような感じにしたい。キャンプも趣味ということです。もともと木漏れ日や水面の反射、鳥のさえずり、土の匂い、朝日や夕日など自然を感じるのが好きです。外で作る食べる料理は最高ですと書かれています。逆に苦手なこととして片付けが苦手と言われています。適材適所に収納をしっかりとって使う場所と片付ける場所を近くにということです。洗濯をしてそれを各収納に振り分けるのがものすごく苦手ということで、洗濯動線をスムーズにしたい。ガス乾燥機を導入してハンガーのまま収納するようなものは室内干ししてそのまま収納するようにしたいと考えていますということです。それから子供部屋は子供さんはやがて出ていくのだから子供部屋は最低限で、同じように主寝室も最低限でいいということです。それから土地紹介ということでこんな風に書かれています。この土地の最大の特徴は敷地西には神社があり、木がうっそうと茂っているところです。神社の境内には針葉樹がほとんどだと思いますが、教会付近はいろいろな広葉樹が生えています。樹高は12メートル近くあるようです。朝から夕方まで鳥のさえずりが聞こえてきます。ここまで詳細に書かれてただものではない感じですよね。そしてカーテンを閉め切らなくても良い家、開放的な家にしたいという夫婦共通の憧れがあり、2階リビングで大開口にしようと思っています。1階リビングですと防犯面が不安なのと樹高が高いので明るさが取りにくいかと考えましたと書かれています。その他の要望として脱衣所と洗面所は別にしたい。トイレは2カ所。2人とも車通勤なので2台駐車は必須で、来客用にもう1台駐車できるスペースが欲しい。新居では犬を飼って天気が良い時は庭に出せるようにしたい。可能であればバーベキューができるようなスペースが取れたら嬉しいということです。
本当に詳しく書いていただきました。こういう条件のもと書かれたのがこの間取りです。神社側に駐車スペースを2台分確保して、来客がある場合は1台バックさせます。2階部分の下をオープンとした玄関ポーチがあって、外から見えない位置に宅配ボックスを設けています。ここから玄関に入ると、土間部分に扉があって、作業室に出入りできます。ここにサーフィンやキャンプ用品を収納して、すぐに車に詰め込めるように、ここはシャッターとしています。奥様はここで家具を製作する予定です。玄関の正面に階段があって、2階のリビングへ上がります。奥にはご主人のトレーニングルームがあります。高窓を設けて東側から光を取り入れます。そしてこちらに子供室を設けて将来仕切る予定です。子供室が孤立しないか少し気になりました。階段から2階に上がると南側にキッチンとダイニング、そしてリビング、神社側に大きな窓を取って神社の緑を取り込みます。リビングの北側に脱衣室兼洗濯室、ガス乾燥機を設置します。物干し、アイロン、タオル収納もここに収めます。階段の裏手に脱衣室と分離した洗面台があります。スケッチがあって、この壁の上は目線が抜けるようにガラスにされています。そして東南隅に寝室があって、ベッドの枕元に背の低い窓、ウォークインクローゼットにはどちらからも出入りできて通り抜けることができます。これは奥様が書かれた間取りですが、やはり家具を作っておられるので空間認識に長けているのでしょうね。よく書けていると思います。ただ少し気になるのは日当たりです。西側の神社の緑に対して大きな窓を設けていますが、樹高が12メートルなので建物でいうと4階建ての高さになります。2階リビングとはいえ木の上からの日照は得られないので、キッチンの南側の窓が重要になります。ちゃんとキッチンの上部に高窓と書かれています。ただここが LDK に日照を取り入れる唯一の窓になることを考えると、窓が少し小さすぎると思います。南北を反転してキッチンダイニングを北側に設けてリビングを南側に持っていったらいかがでしょうか。それとまだ収納が少ないと書かれていたので少し増やしたいと思います。建物の外郭と階段も触らないで1階もそのままとするとこんな感じです。リビングを南側に配置します。そして天井から床までを窓にして日の光を取り込みます。このキッチンは天井まで設けずに途中で止めて天井を連続させれば広がりを感じることができます。こちらにオープンな洗面とトイレを設けてウォークインクローゼットと寝室です。この廊下の両側に収納をずらっと並べます。1階まで含めて書き直すともっといろんなことができると思います。ただ気になっているのは本当に2階リビングで良いかという点です。ダダダさんはおそらく1階リビングはまず検討された上で2階リビングを選択されたのだと思います。しかしながら文面からイメージしていた活動的で暮らしを楽しんでいるお二人の家とは少しギャップがありました。あくまでもいただいた文面だけで判断しないといけないのが辛いところですが、今回はあえて1階リビングを提案してみたいと思います。ピントがずれていたらご容赦ください。でもこの間取りで良いのか踏み切れないとも書かれていましたので、1階リビングを消去するためにも見てください。道路側から書く癖があるので回転させます。道路沿いの周りの家を見ても道路と平行に並んでいますので、まずは素直に道路に沿って建物を配置する方から考えてみます。向きを変えてはいけないということではないんですが、それと今の間取りを見る限りは建物の周りの使い方が定まっていないように感じますので、外交も含めて考えてみたいと思います。集中して間取りを書いて後ほど解説します。この森の背が高いのでリビングをできるだけ離した位置に持っていきます。
完成しましたので見てください。敷地の西側を駐車スペースとしています。交通量が多いということですので、一時停車できるように2メートル程度空けて、を止めて、来客の車はこの前に止めます。駐車スペースに面して玄関があって、玄関を入って右側が LDK で、左へ行くとサーフィンやキャンプ道具の置き場や木工のスペースなど、ダダダさんらしい趣味のスペースとなっています。このスペースと筋トレ用のジムのスペースを大きく分けてホビールームと考えてはいかがでしょうか。この部屋が木工で、この部屋がジムと考えるのではなくて、もっとフレキシブルに仕切れるようにしておいた方がいいように思います。これから何十年も趣味が変わらないとも限りませんし、もしかしたら作った家具を展示して販売する店舗になるかもしれません。高専を卒業しておられるので、本格的に家具職人をやられているのではないかと想像しています。場合によっては貸し店舗とすることもできます。そんなことは全く書かれていませんので、外れているかもしれませんが、また防犯上も外観上もシャッターが見えてくるよりは、入り口を玄関だけに絞ってやって、サーフィンボードも玄関から出し入れします。そして玄関から2段上がって引き戸を開けて LDK に吸います。玄関前のポーチ部分には段差をつけたくないので、ここでその段差を吸収します。手前がキッチン、いわゆる2型で、こちらにシンクと大きめのテーブル、背面にコンロと冷蔵庫、家電、食器、リビングの収納などがずらっと並びます。ここはホビールームへの入り口としています。ホビールームと LDK をぐるぐると回れます。リビングのテレビをかける壁の奥は階段です。
この階段の上の窓からも光を取り入れます。階段のさらに奥が来客も使用するトイレです。2階の間取りです。LDK の一部が吹き抜けになっています。これくらいの吹き抜けがあれば、南側に建物が建ったとしても、ある程度の一生は確保できるはずです。明るい吹き抜けに面した廊下から各部屋に移動します。手前から子供室 4.5 畳が2部屋分。廊下に面してオープンな洗面とトイレ。奥に脱衣室兼洗濯室。お風呂。寝室。一番奥に家族共有のウォークインクローゼットです。必要に応じてバルコニーを設けておけば、布団を干すこともできますし、エアコンの室外機も置けます。断面図です。吹き抜けには庭側に2層分の大きな窓を取って、東側の階段上部にも窓を設けて日の光をたっぷりと取り入れます。この吹き抜けから1階の LDK も見下ろせますので、子供さんが部屋に戻ったとしても寂しくないはずです。軒高はできるだけ低くして威圧感のない建物にしたいところです。外観はこんな感じです。1階の窓は店舗も勝手に意識したものですが、実際の使い勝手に応じた窓を設けてください。駐車場の奥にアイストップとして壁を建てました。写真のようなイメージで、この壁がガラス越しに玄関内部までつながっていると面白いかと思います。玄関前には少し大きめのひさしをつっています。1階に戻ってリビングダイニングには縁側を張り出して LDK と庭を一体にしたいところです。ここは土間テラスとしてバーベキューができるスペースと考えました。そして残りの庭には木を植えてください。もし南側に建物が建つのであれば、その近くには背の高い生垣になるような常緑の木を植えてください。お隣の視線が気になる場合は、境界線から1メートル以内に建物の窓を作られた場合は、目隠しを設置するように要求することもできます。その他は日当たりを考えて落葉樹で、ご存知の通り、落葉樹には美しい木がたくさんあります。庭に木を植えて、神社の森を借景するだけではなくて、庭まで森を引っ張ってきてはいかがでしょうか。野鳥もすぐにやってくるはずです。自然を愛するダダダさんには、このような庭と外部が一体になる家がふさわしいと考えました。吹き抜けは冷暖房の効率やメンテナンスコストを考えると、あまり積極的にお勧めすることはありません。ただ今回の場合は、そのデメリットよりも1階リビングに光を取り入れて、庭を活用できるメリットの方がずっと大きいと感じます。今回は吹き抜けを設けても良いケースではないでしょうか。吹き抜けについては別の動画も上げていますので参考にしてください。今回は建物の配置計画がポイントだったと思います。間取りを書くときにはその家で暮らしている人の視点で見るのと同時に鳥のように上空から俯瞰するような視点も大切だと思います。グリッド用紙をどういう向きに置くかによってできる間取りも随分変わってきます。ただ1階リビングで良かったかどうかはいただいた資料だけからの判断ですので確信があるわけではありません。本来の設計業務ではご意見をいただきながら修正していくのですが、今回の企画は一発勝負ですので恐る恐る提案します。皆様はどう思われますか？またご意見いただけるとありがたいです。このような間取り添削へのご応募は下の説明欄の要領でお送りください。精一杯添削させていただきます。応募書類にちょっと情報の少ない方もおられます。できるだけ土地や家族のこと、お悩みなどお伝えいただけるとありがたいです。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。